gentle light of dawn. Dreams take flight as morning sings, embracing the promise of a new day. こんにちは、メイです。前回はエイブルシスターズ周りを作ったので、今回は自宅横の一区画を埋めていきます。今回はどんなもので土地を埋め尽くすのか気になる方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。花粉が辛い毎日ですが、今日も元気よくやっていきます。今回の舞台はここです。南河口があるところですね。ストロン島は河口が両方南なので難儀な感じです。マップで見るとこの辺り、範囲としては 1.8 角分ぐらい。南河口からどれだけ奥に掘るのか最初に決めたいので、まずはカメラの起動が最近の定番です。今日はいつもと逆の左奥まで走ります。全力です。だいたいこの辺り、お気持ち右によっていつもの雑草目印。ということで南河口からさっきの雑草目印まで水に沈めていきます。今回は珍しく Y 字に分岐する川を掘りたいので、最初に Y の右に進んでいきます。いい感じに斜めに掘ったら石の橋を設置していきます。今回の島は階段よりも橋の数の方が足りなくなる予感がしています。集まり以前は3つまでしか橋を架けられなかったので、10個になったのはすごいのですが、10個でも足りないと思ってしまうマキシマリストです。次は分岐の左側を作っていきます。先ほど植えた雑草をめがけてどんどん掘り進めます。ようやく出番が来たかと雑草くんも歓喜ですね。一部掘れていない部分がありますが、橋が完成したら掘れると思うので、一旦明日にします。24時間後からこんにちは。埴輪が座っていたところを沈めます。己を過信して掘れなかったので一マス移動させます。マイナス17万8000ベルと時間の損失です。悲しい現実ですが、この16万8000ベルの石橋を壊します。1万ベルで泣く泣く撤去してきました。憎き仇を沈めていきます。次は場所を間違えないように石橋を慎重に設置します。多分大丈夫。さっきより自信はありません。川沿いに道を敷いていきます。今回は獣道風のものと直線の道両方を使っています。まっすぐ敷けそうなところは綺麗な砂利道にして、角とかちょっと汚くしたいところは獣道風砂利にします。川沿いの道ができました。右上に住宅が来るようにしたいので、また走って1決めです。行ったり来たり忙しそうな島民代表です。今回は家を3軒建てるので、右上を中心として前後に2つ住宅を並べます。手前の家はこの辺りですね。中線の街並みを置いてバランスを見ます。だいたいこの辺りかなくらいで置いてもよくわかんないですね。またもや全力で駆け抜けていき、3軒目の1決めです。この辺りかなってところで中線の街並みを並べます。だいたいこんなもんなイメージですね。1軒目のお宅はぬいぐるみの家です。前回のシーズンでもお隣さんでした。以前は飛行場前に住んでいたのですが撤退させました。1人目のお引っ越し完了。次はのりまきさん家です。オリーブの販売で巨額の富を築いていましたが、シーズンが変わりすっからかんになったのりまきさんです。2人目のお引っ越し完了です。3人目はぼんやりぼんやのリチャードです。パッチはぼんやり、のり巻き筋肉、リチャードぼんやりなので、
オセロの概念で言ったらのり巻きがぼんやりになる日も遠くありません。すでにお気づきかと思いますが、この住宅街は外観が同じ建売り住宅街です。川の左側を整備していきます。今シーズン最大級の植林タイム。手前からだんだん大きくなっていくように植林します。最大の大きさを植えたらまたサイズを小さくしていきます。これで静江さんから木が足りないなんてことは言われないでしょう。低木を植えていきます。これは内側には植えず外側だけですね。木の内側に赤いチューリップを植えていきます。だいたい20本程度ですね。手前から奥に行くように一直線に植えていきます。時には木の間を縫うように植え、あれここ直線かと思いながらも植えていきます。内側の2列目は白いチューリップですね。紅白で縁起のいい感じの住宅街横にしていきます。建売り住宅を買うときはきっとこういう縁起がいいとか謎のオプションがついていた方がいい感じがしますよね。赤いチューリップの内側は雑草を植えています。紅白でめでたい住宅街を目指します。草の集合体でちょっとあれなので育てていきます。ついでに微調整しときました。雑草の花は後で咲かせます。ついに飾り付けタイムがやってまいりました。みんなでお揃いが基本なので大きめ家具は揃えます。ちょっと降りすぎていたので緑の大地を取り戻します。自宅横のチューリップから道を端までつなげます。こちらの道はほとんどが獣道の方ですね。新作のマイデザインの枕木を家の前に貼り付け、それぞれ敷地分けをするために柵を立てていきます。一つずつなのでお気持ち程度ですね。ちょっと今までとは違うぞということのアピールのために街灯の設置。真ん中の家が主役なのでマウンテンバイクを置いて目立たせます。ほとんど完成ですが細部をまだまだ作っていきます。川の先を橋で隠すための準備です。川が途中で途切れているのは不自然ですが、この石の端から水が湧いているということにしておきます。風車がいい感じなイメージとかけ離れてしまいました。道と橋をつなげて、風車は撤去です。さっき設置した橋を目立たせろ大作戦で川を左側に寄せていきます。奥に行くほど川幅は狭く、次は住宅横のそれぞれの庭の整備。今日も高速田植え職人となります。主役ののりまきさんちはちょっと豪華にテーブルと椅子の設置。ケーキだって飾ってしまいます。母関連の家具というところが一押しですね。これで全て設置し終わりましたが、ちょっと雑草を咲かせていきます。ついでに道も川に寄せました。ということで川沿いの住宅街の完成です。紅白でめでたい川沿いの住宅街はいかがだったでしょうか。縁起の良さそうな住宅街だなぁと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Soft footsteps on the empty shore. Fading waves whisper once more. Time moves on, yet here we stand, holding echoes in our hands. Let the stars